皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、中国の長期戦略と、現在話題になっている香港に対して、元宗主国として対応しているイギリスの動きなどを中心に取り上げていこうと思います。現在、中国の北京政府は、香港を早期に完全に制圧しようと図っています。そのために国家安全法を香港政府とは全く関係ないところで制定しようとしています。これに対してアメリカは予告通りに制裁を発表、また EU も抗議の声を上げています。このような反発というものは最初から予想されていたものでした。にもかかわらず中国がこのようなことを進めているのは一体なぜなのでしょうか。この後この件に関する長めの記事を紹介していこうと思います。ですがこの記事少し長いということもあり、飛ばしてみるよという方のために少し概要をまとめようと思います。記事のまとめはこうです。習近平国家主席は中国の憲法を改正して任期5年2回までという規定をそもそもなくしました。これにより彼は自分の権力基盤が続くということを前提として非常に長い期間を想定した長期戦略を取ることができるようになりました。そして過去に鄧小平が描いた長期戦略というものを現代に当てはめて自分の代でもっとそれを短縮しようと図っています。そして自分が国家主席をしている間に中国の影響力をさらに増大させようというのです。その目標のためには欧米との摩擦も厭わない。そしてかつて天安門事件によって鄧小平が欧米との摩擦で苦しんだ後、その後江沢民が引き継いで中国の躍進が見られたように、自分自身も今回の件を乗り越え、そして江沢民のようにさらなる発展を遂げることは可能であると考えています。それでは中国とイギリスの関連ニュースをどうぞ。天安門事件31年、香港脱出ブーム。でも習近平氏は強気。香港で小さな会社を経営する50代の友人らから悲壮なメールが届いた。多くの香港の人々がイギリス行きの権利を得る手続きのため、国際宅配便の窓口に殺到し、行列ができている。香港の自由が奪われることを恐れるうちの息子は、台湾への移住を本気で考え出した。親としては何とか止めたい。天安門事件から31年だが、今、香港は追悼デモどころではない。いつでも海外脱出できる道を確保しなくては。香港は高圧的な態度を取る中央の政治に翻弄されている。高度な自治を基本とする一国二制度の形骸化が懸念される香港国家安全法制を導入する基本方針が香港立法府の頭越しに北京で決まった。その衝撃による香港脱出ブームの兆し、混乱する現地の雰囲気が手に取るようにわかる内容だった。郵便局を通した通常の国際郵便は新型コロナウイルス化による航空便の大幅減で海外に届くのが下手をすると1ヶ月近くかかる。このため多くの若者が専用機を持つ DHL などの国際宅配便の窓口を目指している。BNA 旅券は1997年の香港返還に備えてイギリス政府が導入。かなりの香港市民が取得した。イギリス本土の居住権はないが、ビザなしで6ヶ月滞在でき、海外旅行の際、イギリス政府の領事保護も受けられる。国際宅配便の窓口に並ぶ若者らは必死である。香港市内に天安門事件の北京のように、中国の人民解放軍や武装警察が入ってきたり、秘密警察の出先ができたりしても、いつでも海外へ飛べる保険をかける行動だ。ただ、返還から23年を経て現在、BNO 旅券を持つ香港人は30万人強に過ぎない。最注目の BNA 旅券と台湾行き。イギリス行きの権利を得る手続きとは何か。かつて多くの香港人が持っていたイギリス海外市民、BNO、ブリティッシュナショナルオーバーシーズの旅券。その期限延長や再取得に向けた様々な関係書類をイギリス側に送っているのだ。もう一つ人気なのが台湾への移住である。台湾総統の蔡英文は最近、政治的な理由で移住してくる香港人受け入れ対策チームを設置した。香港人の台湾行きが注目されるきっかけとなった大事件がある。5年前に起きたドーラ湾書店事件だ。中国政府に批判的な書籍を出版、販売する香港の書店の関係者らが次々に消え、後に中国内で拘束されていたことがわかる。一人は香港での仕事中に倉庫に行くと言い残して姿をくらまし、別の人物は
タイのパタヤで行方不明に。人民日報傘下の環球時報は社説で、世界の協力部門は超法規的手段を持ち、調査に協力させていると主張した。香港では超法規的措置による連れ去りを半ば公然と認めたと受け止められ大騒ぎになった。だが、香港国家安全法が実際に施行されれば、かつての超法規的措置も合法化される恐れがある。国家分裂活動のレッテルが貼られ、言論の自由やデモまで制限されかねないのだ。こうした雰囲気の中、中国で拘束されたドーラワン書店の関係者の一人が台湾に移住し、台北で同書店を再開業した。香港の若者が文化的に身近で自由な台湾を目指そうと考えるのも同じ理由からである。香港の天安門追悼が初めての不許可。学生らの民主化運動を武力弾圧し、多くの犠牲者が出た天安門事件が北京で起きてから31年である。事件前の1989年5月末、香港では中国の民主化を支援する100万人を超えるデモがあった。8年後には香港は中国に返還される。北京の民主化運動の行方は今後の自分たちの運命も左右する。当時デモの渦の中にいた香港人男性は切迫した行動だったと振り返る。ところが返還後、時間が経つと中国の民主化というより、香港人自らの権利を守るデモが主流になる。昨年夏は容疑者の中国引き渡しを可能にする逃亡犯条例案に反対する100万人から200万人ものデモがあった。条例案は撤回されたが、今度は香港の政治運動の象徴であるデモの権利さえ危うい。香港の民主派が計画していた天安門事件の犠牲者を追悼する今年6月4日の集会は、香港警察から不許可の通告を受けた。事件後、昨年まで30年間続いた集会の初めての不許可だった。コロナ対策による9人以上の集会禁止などが理由だが、すでにカラオケなども再開しているのに、追悼集会だけは不許可というのは腑に落ちない。市民からは、香港国家安全法導入を先取りした措置だとの批判もある。天安門事件と今回の香港国家安全法制の導入という決断には似た側面がある。どちらも中国共産党から見れば、体制を揺るがす危機を回避する強硬措置だ。共にアメリカなどからの制裁も招いた。アメリカの香港への優遇措置が撤廃されれば影響は大きい。欧州連合 EU からの離脱で一時、中国寄りが目立ったイギリスが再びアメリカ側に流れているのも中国にとっては痛い。天安門事件当時、中国は経済制裁に苦しんだが、イギリス統治下の香港が中国への窓口として機能した。当時の最高実力者は中国を改革開放に導いた鄧小平。天安門事件を引き起こした責任者だが、香港の一国二制度は1997年の返還後、2047年まで50年間不変と宣言した現実主義者でもあった。鄧小平は香港返還の直前この世を去ったが、香港の重要性は変わらなかった。中国の世界貿易機関 WTO 加盟と相まって中国の急成長を大いに助けた。大きな変化は習近平が国家主席についてからである。彼の姿勢から透けて見えるのは、鄧小平が敷いた50年不変という路線の修正である。2017年には中国外務省が返還後の香港に言論や集会の自由を保障した1984年の中英共同宣言について、返還されてすでに20年になり、いかなる現実的な意味も持たないと明言した。国際公約の保護を堂々と宣言したのだ。2035年目指す海南島15年プロジェクト。そもそも習近平はアメリカに経済的に追いつき、追い越す目標時期を当初の2049年から15年ほど前倒しした。同じように、香港は50年不変という鄧小平時代の国際公約も前倒しで打ち切っても構わない。今は習近平新時代なのだから。言外にそんな考えが滲む発表が1日にあった。習近平はリゾート地として有名な海南島全島を国際的な影響力のある自由貿易港にする15年プロジェクトをいきなり指示した。海南島は香港の南西に位置する日本の九州ほどの大きさの島で、南シナ海に面する軍事拠点でもある。
習近平はこれから5年で基礎を固め、2035年までに中国の開放型経済の新たなモデルにすると宣言した。21世紀半ばが最終目標だが、今後15年に重点がある海南全島の長期開発計画だ。意識するのは問題を抱える香港の機能の代替でもある。アメリカからの圧力に対抗するかなり強気の攻めに見える。この長期計画には習近平時代の暗号が隠されている。前倒しされたアメリカを経済面で凌駕する目標年次である2035年に合わせた戦略プロジェクトなのだ。すべてはまず2035年を目指している。今回の強引ともいえる香港国家安全法制の導入と一国二制度の揺らぎも習時代の強国路線に大いに関係している。習主席はその35年の成果を見届けるまで最高実力者の地位を維持しようとするのではないか。国家主席の任期制限を撤廃した憲法改正も含め、そう見る共産党関係者は多い。21世紀の覇権争いが絡む米中新冷戦の最前線に立たされた香港では脱出熱が高まりつつある。金の卵を生む国際金融都市香港まで事実上失いかねない不況下の中国。コロナ禍に差別問題も絡む抗議運動が重なって不穏なアメリカ。11月にはアメリカ大統領選も控えており、しばらくは何が起きてもおかしくない国際情勢である。中国側の動きについて分析した記事だったわけですが、それに対するイギリス側の反応はこちらです。イギリス・ジョンソン首相、香港数百万人にパスポート発給の考え示す。イギリスのボリス・ジョンソン首相は2日、中国政府が香港に国家安全法を導入した場合、香港住民数百万人にイギリスのパスポートを発給する方針を示した。ジョンソン氏はタイムズと香港の英字紙サウスチャイナモーニングポストへの寄稿で、香港の多くの人々が自分たちの生き方が脅かされていると感じている。もしも中国がこの恐怖を正当化するのであれば、イギリスは良心に照らして、ただ肩をすくめて立ち去るわけにはいかない。代わりに我々は自分たちの義務を引き受け、別の方法を提示すると述べた。ジョンソン氏によると現在、香港住民の約35万人が英国海外市民パスポートを持っているが、さらに250万人にこのパスポートを申請する資格を付与することを検討しているという。ジョンソン氏は、もしも中国が国家安全法を導入するのであれば、イギリス政府は移民規則を改定し、香港でこれらのパスポートを持つ全員に更新可能な12ヶ月間のイギリス国内の滞在を許可し、就労権その他の移民権を付与する。これによって市民権獲得への道も開かれ得ると記した。また、国家安全法は香港の自由を奪い、香港の自治を劇的に侵食するものだと批判。導入されれば、イギリスは香港の人々との深い歴史と友情の絆を守るしかないとも書いている。他国と足並みを揃えて中国政府の決定を非難しているイギリス政府は、英国海外市民パスポート保有者の在留権を拡大する方針をすでに発表している。だが、ジョンソン氏個人の方針表明は、さらにかなりの圧力となりそうだ。香港の人口は740万人。そして、北京政府が香港に対する国家安全法を施行したならばという前提付き条件ながらも、香港の住民に対して移民権を伴った英国海外市民パスポート285万件を認める方向に考えているというのはかなり思い切った発言だと思います。というのも、イギリスは EU からの離脱の話になった時に、この移民問題というのを離脱理由の一つとして挙げていました。アフリカや中近東からやってくる難民に対して自国では制限をかけることが非常に難しい EU の一員として受け入れざるを得ないという状況がイギリス国内において大きな問題を引き起こしました。それは治安の問題であったり、文化面の衝突であったり、社会保障を食い潰してしまうような人たちがいるということも大きな問題点となっていました。そのイギリスが香港の人々に対して移民を可能にするパスポートというものを渡せば、実際に香港で大きな問題が起こった時にイギリス国籍を使って実際にイギリス本土へ移住してくる人たちというのを止める手立てはありません。しかもその数が100万人、200万人、285万人まで膨らんでくれば、それは巨大都市を形成するほどの非常に多くの人口になります。ですからイギリス本国においてこの話が現実となった時、どれほどの人々から支持を受けられるかというのは不透明で、政権にとっても大きな危険性をはらんでいるのです。
ですから、今回の件について言えば、そうした話ではなく、もしかしたらイギリス国籍を与えながらも、香港にそのまま留まることを認めるような形で、イギリス本国への移住というものは多くないというのが、ボリス・ジョンソン首相の考え方かもしれません。もしもそのようなことが現実になれば、香港にあっても中国当局による取り締まりが行われた際、好き勝手するようなことが起これば、それは現地の人と見分けがつかないのですから、イギリス人を暴行したといった国際問題に発展する可能性があり、中国当局を牽制するためには非常に良い策として効果を発揮するかもしれないのです。さて、それでは中国側の戦略についてのお話をしましょう。アメリカの大統領制というものは2期8年が限界です。一方、中国の国家主席である習近平は自分自身の代においてこの任期というものをなくしてしまいました。ですから自分の権力基盤がしっかりとしている間は国家主席にとどまることが可能だと考えられます。アメリカは大統領が変われば政治的に大きな方針転換をすることがあります。例えば、オバマ大統領とトランプ大統領においては中国に対する扱いが全く違います。オバマ大統領は基本的には中国の成長というものに特に歯止めをかけることはありませんでした。中国が経済成長していく中において国際市場と付き合いが長くなっていけば自然と国際的なルールに従うようになるのではないかというふうに考えていたとされています。しかし現実においては全くそういったことはなく、ルールを悪用する形で中国経済は非常に大きな伸びを見せました。そのために大統領が変わった際にトランプ大統領は明らかに中国というものはルールを悪用しており、これをなんとか歯止めをかけなければならないという具合にして大きな政策転換というものが行われたのです。しかしこのことはトランプ大統領の後になれば、また前回のオバマ大統領のように中国に対して融和的な政策を取る大統領に変わるかもしれないという、そういった期待を持たせることになっています。ですから政治体制の違いというものがあって、中国側にしてみれば時間稼ぎをしている間に相手の方が変わってしまうかもしれない。そして変わることによって自分たちが状況が打開できるかもしれないということを十分に考えながら長期戦略を打つことができるのです。であるならばこそ、現在のように香港に対する国家安全法を北京政府が決めるというやり方は非常に異質なものがあります。時間さえ経ってしまえば香港は基本的には自国の領土として完全に支配することがもう決まっているのです。そのこと自体は覆るものではありません。ですから今回のように北京政府が非常に急いでいるのは明らかに新型コロナウイルスのショックにより世界中が動揺している今こそが自分たちが動くに非常に都合の良いタイミングであると考えたと考えるべきでしょう。香港に対する国家安全法というものが施行されれば、アメリカによる香港の優遇取り消しというものは本格化するでしょう。これにより、香港の持っていた機能のうち非常に大きなものが失われることになるはずです。それは中国の元から香港ドル、そして香港ドルから米ドルへと変えるこのお金の転換作業について非常に金融都市として香港は機能していました。この部分の機能が失われることは計り知れないダメージを出すと思うのですが、そのことすらも習近平はあまり気にしていないのかもしれません。というのも、最初に述べたような政治体制の違いというものがあります。例えば5年10年というスパンにおいて経済的なダメージがあったとしても、そのダメージが例えばアメリカのせいだというようなプロパガンダに利用することができて、国内が安定できればそれ自体はさほど大きな問題にならないかもしれないのです。また、現状の問題で言っても、じゃあアメリカが制裁関税などをかけている現状においても、中国に対して投資を行っているアメリカ企業が撤収しているかといえば、そういったわけでもありません。また、世界中を見ても、EU などは今回の件に関して非難決議といったものは行っているのですが、じゃあ制裁はするんですかという話については、制裁について話をするような国はほとんどなかったという現状です。そして欧米以外の国においては、この件に関して非難するどころかほとんど話題に上っていないのが現実です。ほとんどの国において他国の内政問題にどれだけ干渉するかといえば、ほとんど干渉しない方が日常の光景だとも言えます。実際に制裁といった行動に出てくるのがアメリカしかいないというのであれば、それこそ世界中の中においてアメリカは存在感は大きいものの全てではありません。ですから、アメリカだけであるならば、この危機は乗り越えられる危機だと考えたとしてもおかしくはないのです。
このアメリカ以外の国々との経済的なつながりが断ち切られないのであれば問題ないという考え方は一体どこから来るのか、その実例を一つ挙げてみましょう。現在、携帯電話の通信規格は第5世代 5G と呼ばれています。この G というのはジェネレーション、世代なわけですが、現在はこの 5G の普及期に入っています。そして、この 5G の基地局の機器というものの最大手が中国のファーウェイです。現代社会において通信というものは基本的なインフラにも属するものであり、そのインフラである通信事業というものが中国企業に席巻されるというのは非常に危険だ。そして中国企業であるからには中国共産党の影響が及び、アメリカ政府は危険と考え、ファーウェイの機器による 5G 通信網の構築というものをやめるように世界各国に呼びかけました。その結果一体どうなったかといえば、この排除に応じた国というのはオーストラリアと日本ぐらいなもので、その他の国においては検討中かもしくはもう採用を決めてしまったよという国の方がほとんどです。ですからアメリカが阻止を図っているにもかかわらず、ファーウェイによる 5G 通信網の構築というものは世界の大半においては前進しているのです。なぜそのように採用が進んだかといえば、多くの国々にとってはこのファーウェイの機器を導入することによって本当に通信が傍受されるのかといったことを立証できなかったり、もしくはそもそもファーウェイの製品というのが欧米のメーカーに比べてコストパフォーマンスが良い、値段の割に性能が良いといった評価が定着しており、そのために採用というものが進んだのです。こういったビジネスの現実からアメリカと対立者としてもビジネスとしては成り立つということを習近平は判断したのでしょう。しかしアメリカは黙ってこのままファーウェイの独走というものを許そうとしているわけではありません。世界には半導体ビッグ3と呼ばれるものがあります。それはインテルとサムスンと、そして台湾の TSMC です。この台湾の TSMC が中国メーカーとのつながりが非常に強く、ファーウェイに対しても半導体を積極的に売っていました。アメリカはこの供給を断つためにファーウェイに対する制裁措置というものを発表し、それによって台湾の TSMC はファーウェイとの新たな契約についてはしない方向になっています。そのためファーウェイとしてはサムスンに必要な半導体を発注する可能性というものがあります。しかしサムスンもどちらかというとアメリカの命令というものがかかれば制裁の対象になりかねず、ファーウェイに半導体を供給するとはあまり考えられません。そのため中国国内の半導体メーカーに必要な分を製造してもらおうというふうに舵を切らざるを得ないのですが、中国国内の半導体メーカーでは台湾の TSMC と比べれば5年から6年は技術的に劣っているために、ファーウェイの製品が大幅に劣化する可能性があります。このように米中の戦いというものは水面下では密かに、そして激しく続いているものなのです。中国は政治的には欧米と対立しています。しかし、経済的な面においては、アメリカから制裁を受けているものの、そのアメリカとすら貿易をしている状態であり、その他の国々とは何の問題もなく貿易というものが行われているのが現実です。このことは十分に世界情勢を読み解くためには必要な情報だと私は思います。例えば EU は国家安全法を制定することに関して非難はしているものの、中国との貿易は重視しており、一切制裁をかける気配はありません。ですから、政治的な孤立というものが経済的なマイナスにあまりつながらないということも私たちは考えなければならないのです。今世紀はアメリカと中国の覇権争い、そして冷戦構造へと進むその中において歴史は進んでいくでしょう。そして日本は中国と隣接している国です。そのため、その脅威というものをずっと受け続ける国になります。しかし、そのような脅威にさらされつつも、これまでは大丈夫でした。しかし、今後は明らかにそうした今まで大丈夫だったから何も変えないでいいというような時代は変わります。なぜならば力の均衡が少しずつ崩れつつあるからです。そうした時代の変化が起こっている真っ最中であるということを私たちは判断材料の一つに加える必要があると私は思っています。皆さんはどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。